こんにちは、山下夏美です。9月19日木曜日、オクトーバーフェストニューポートビーチ編 Day12 練習最終日となってます。最終日はですね、まず朝ウェッジで練習してきました。毎度おなじみですが、でね、波がですね、この日はですね、全域ラグナの方も含めてですね、完全に波が下がっちゃって、ウェッジもですね、かなり波サイズが下がって、波待ちがすごい長かった感じになりました。それでもね、さすがウェッジといった感じで、待ってればラップは何本か決めれた感じでした。なので、最終日もね、かなりいい練習できてます。これとかも結構サイズあるしね。これもったいない。ちょっと最後回し切りたかった。綺麗に。これはいい位置ですね。ドンピシャ。そう、普段だったらただここで最後がっぽりになってきてくれるけど、今みたいに巻いてこなかったりっていうのがあるって感じで、少しサイズもやっぱ下がっちゃったなっていうのが分かる感じの波となってました。で、あとはですね、最終日はウェッジの沖合にイルカの群れっすね。珍しくはないんですけど、こっちの方だと。が、まあ、出現しまして。そういう環境でスキムするっていうのも、この西海岸の魅力の一つなのかなと思います。波もなかったしね。練習だけじゃなくて、まあ、こういう環境を楽しむっていうのも含めてね、そういう環境で練習できてすごい良かったかなと思います。小波のウェッジとはいえね、掘れてきたらパワーもあるし、足元はすくわれるしでね、結構そこは難易度が高いというか、油断してると全然乗れないみたいなパターンにはまってしまうのでね、しっかりポジショニングとかまあスイッチは意識しながらって感じですね。これとかちょっと上乗っちゃったけど、なかなかポジショニングが分かりづらくてね、そこにちょっと苦労しながら、波数が少なかったからなかなか試せずにね、本数は。なので、ちょっと難しい環境でしたが、ウェッジではね、かなりいい練習ができてました。これいいですね。ナイスターン。サイズが小さいとはいえ、このラップきますからね。このクオリティが波なくても来るっていうのはさすがですね。この日はね、女子のプロ、淡井のマリコ選手とかもウェッジに来てて、どこも波なかったからここに来るしかなかったっていうのはあるけど、一応ここにスキムボーダー僕含め2名このウェッジで練習していったという感じで、難しい環境でしたがね、レールワークとかターンのスイッチとかテイクオフすべて練習できるっていうのがね、やっぱここの強みでかなりいい練習ができました。で、ここからですね、ちょっとラグナの方にポイントを探しに行きまして、ちょっともうできるポイントがあまりないなっていうことで、とりあえず今ラグナの方向かって、一応ナインスをチェックした上で、できなくはないけど波ちょっとちっちゃいかなってことで、ここからテンスの方に向かって歩いていきます。だったらね、テンスがですね、実は波がなかった。全くここも波がなくてね、結局ナインスの方に戻ってナインスで練習していきました。小波だけど形はいいからっていう感じで、かなりいい感じの練習ができていた感じで、最終日、一応最終ラウンドがこのナインスになったっていう感じですね。
これいい流しですね。ナイスターン。だいぶね、ウェッジに比べると、見劣りする波サイズですけど、それでも、この傾斜はあるし、この波の掘れ方は来るしみたいな感じで、小さい波だけど、かなりパワーは拾ってくれてる、いい練習ができた感じです。ナインスで、今回の遠征何回か入りましたけど、無難ですね。なんか、こっち来たけどできなかったみたいな時に意外とできたりするポイントなのかなっていう気はしました。なんか明確にここまで形が入ってて、形が綺麗に入ってたっていうのは、今回の遠征が本当に初めてぐらいですね。明確に綺麗だなっていううねりの入り方してたのは今回が初めてで、2回ぐらいかな入りましたけど、2回ともそこそこいい練習ができた感じですよ。こんな感じで、ナインスの右側とかに、こういう風にまた岩裏ですね。岩挟んで、ビーチがあったりして、さらにこの岩の裏にウエストが続いてたりとか、こういうブロック的な感じで、ポイントが何個かある感じですね。ちょっとこのナインスとウエストの間のところは入ったことないんですけど、っていうのがこんな感じで続いてて、ウエストの隣がアリソだったりとか、こんな感じで、ポイントがずっと続いてる感じですね。一応ここがアリソかな？アリソじゃない、ウエストですね。すいません。一応ね、この日はウエストも行くつもりだったんで、ちょっと波チェックしてからって感じですね。一応、ここでナインスに戻ってきて、カメラは練習風景ですね。これいいですね。ちょっとノーズ抜いてあげたターン。さて、テイクオフして、これいいですね。ナイスターン。ちょっとややレールは抜け気味だったけど、ここでナインスでの練習を終えて、シャワーで板とか洗ったりして、この階段を上がって行って、ポイント移動ですね。で、ここでね、最後にウエストですね。一応ウエストに今向かってる感じで、ここで。この辺はもう全部階段を下っていく感じですね。ウエストテンスは。ナインスもそうですけど。さあ、階段下り終わって、ナインスからウエストに移動が終わりました。ここで。ウエストのね、ローカルの人とかに一応波情報とか聞いてたんですけど、この日は何度も喋ってる通り、波がなくてですね、ちょっとウエスト来たけど、この日は入らず。いろいろ話して終わった感じですね。ラグナの時にあったけど、ニューポート編の時に会うのが初めてやったんで、少し話して、今回の遠征終了しました。かなり貴重なね、経験になったので、応援してくださったスポンサーや講演会の皆様、本当にありがとうございます。こんな感じで最後ね、いろんなとこ行ってから、今回の遠征は終了しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。